それではお話を続けたいと思います。2024年にはどんな話をしたかというと、韓国と日本の漫画界で必ず起きるしかない、起こることが確定した災いの一つを紹介しました。世界的に最も強力なコミックスの強国です。そこで必ず起きざるを得ない災い、それは低い出生率です。しかし低い出生率は読者を失うことができない。もっと大きな問題は若い作家の数が減って、それ以前に漫画家志望生の数が減ることが本当に大惨事だ。私が漫画家志望生は重要な機能を果たすというお話をしました。漫画家志望生は質が高くないといけないし、その数が多くなければならない。そうなれば漫画界は大変元気になるだろうという話もしました。つまり漫画家志望生の数が減ることから災いの前哨戦が起こるのです。災いはその時から始まるのです。読者数の減少は最終段階です。これがきっと起こるだろう。これを避ける術がない。そして日本の漫画より韓国の Webtoon がもっとこれを深刻に経験しなければならないという話をしました。なぜなら韓国の Webtoon が日本の漫画界よりもっと若いからです。そして作家の寿命がもっと短いです。あとはどうなるか分かりません。しかし今のところ短い状態が続いています。より若く作家としての寿命が短い状態が維持されています。それならもっと早く経験するんです。若い作家たちにもっと頼っていますから、もっと深刻になるしかありません。これを防ぐにはグローバルな漫画界を育て、漫画家の供給を受けなければならない。こういう質問があるかもしれません。読者も減り作家も減れば、それ少しだけ作ればいいんじゃない？市場は減るだろうけど、それがどうしたの？あえて外国人をなんで呼んで作家数を満たさなければならない理由があるの？実はこんな質問が来るのを待っていました。ところがまだ誰もしていません。この話の反論が来るのを待っていたんですが、それで私が自ら反論をするとしたら、ただ減ればいいんじゃない？そうではありません。なぜなら漫画産業が強力な力を持つためには数も多くないといけないし、多様でないといけません。日本漫画のすごい長所は、非常に多くの雑誌が非常に多様な種類の漫画を作らなければならないということです。一つ一つが全て強力な意味を持つことが日本の漫画の力です。少年ジャンプヒット作だけが大きな力なのか、全くそうではありません。完全な漫画産業に対する誤解です。少年ジャンプ作家の私がはっきりと申し上げることができます。私は少年ジャンプの一員だと思っています。そして明日からドクターストーンアニメーションが始まります。これがどれほど誇らしいか、どんなに嬉しいか想像がつかないと思います。少年ジャンプの一員としてはっきりと認識した状態で申し上げるのです。少年ジャンプはとても偉大ですが、日本の漫画の力の核心は少年ジャンプではありません。一人も欠かすことのない全ての作家たちの全ての作品が合わさったものが日本の漫画の革新の力なのです。数が多くて多様なので、石油であり米であり半導体なのです。数が多く多様なものを日本の漫画はそれをやり遂げました。漫画家志望生の数が減れば革新的な力の条件の崩壊を招くことになります。これを守らなければなりません。出産率が少なくて漫画家志望生が少なければあの雑誌はなくてもいいんじゃない？違います。その雑誌を守らないといけません。
こういうジャンルはなくてもいいんじゃないかな。そんな多様なジャンルを守らなければなりません。いや、国がお金を出して守らないといけません。必ず国が金を出して守らなければならない。それらの雑誌の価値を認識すること、その作品の価値を悟ることが日本の漫画の素晴らしさを理解する確信、各国の漫画界を作る確信なのです。そんな話をしました。私はグローバル漫画産業の革新は世界各国の漫画界の誕生と主張しました。この話は当たり前じゃない？このようにお考えになったら私たちのビジョンに参加するのです。皆さん、この内容を一度探してみてください。誰もこんな話をしません。正確には日本の美しい文化である日本漫画をグローバルで広めなければならない。私はここから外れる記事を見たことがありません。どこかにあるかもしれないけど、私は見たことがありません。国に漫画界が誕生してこそ真にグローバルビジネスが起こります。そして私がこういう話もしました。どこの国に日本の漫画をたくさん売りたければ一番いい方法はその国の強力な漫画界を誕生させることです。その国の人々の心が込められた、魂が込められた、人生が込められた漫画を作ってあげると、漫画の読者が爆発的に増えて、この読者たちは結局は海外の良い漫画があればそれも見ることになるでしょう。ドクターストーンのような良い漫画があれば見るようになります。今は日本の漫画のファンだけドクターストーンを見てます。しかしその国の漫画界が誕生すれば全国民がドクターストーンを見ることができます。これがどこで起こったかというと、まさにハリウッドでの出来事です。そしてネットフリックスが使う戦略は何ですか？なぜネットフリックスはそんなにとてつもなく成功したのでしょうか？先ほど申し上げました。そういう戦略を使うからです。その国の映像産業をネットフリックスが発展させてくれて、投資をして世界に紹介してくれて、そうすると結局はネットフリックスの全体コンテンツ消費量自体が増えるんです。ネットフリックスが道を教えてくれました。ネットフリックスが証拠を作ってくれました。むしろコミックスはこれを全く活用していません。一体どうしてやっていないんですか？私は理解できません。この答えが出てからもう長いんですよ。あまりにも古いので今はところどころ穴が開いています。日本の漫画を世界に売ることしかしません。なので少しだけ考えを変えれば本当に道が見えるんです。そして多分これを初めて主張したことが私たちです。その次に私はここから進んでより大きなビジョンを提示しました。世界各国の漫画界を作るということで終わってはならない。その漫画界を集めてグローバル漫画プラットフォームを作らなければならないです。コミックス業界から消えるものはない。コミックスの世界のみんなが大切な私たちの家族だ。私の家族と私の兄弟を捨てますか？兄弟だと感じたら絶対に捨てられません。我が子だと思うと当然捨てられません。絶対に捨てられません。私が死んでも捨てられません。そのようにコミックス産業全体が家族です。日本の漫画がアメリカに集まってアメリカンコミックスとグラフィックノーブルを崩すべきではありません。絶対に絶対ダメです。一緒に発展させないといけません。みんなが家族だからみんな一緒に発展しなければなりません。それでみんなで集めてビジネスをしなければなりません。それがはるかに大きなビジネスになるじゃないですか。私は考えを変えてほしいとこんこんと長らくお願いしてまいりました。なぜそうするのか、なぜそんな考えを持つのか、なぜそんなことができるビジネスを減らすのか。みんな家族だし発展できるし全て包容することができます。ここもあそこも大切なコミックスの世界が存在するじゃないですか。全部集めて発展したらとてつもなく巨大なビジネスになれるじゃないですか。何よりも美しくないですか？文化的にそれが美しくないですか？消えなければならないことがどこにありますか？コミックスの世界は消えることはありません。
全部大切です。みんな愛さないといけません。みんな家族です。それで私はその家族の名前を付けました。私がこの考えを初めてして主張も初めてしたようで、私が名前を付ける権利があると思って名前を付けました。私はそこにトゥーンという名前を付けました。未だになぜトゥーンという名前を付けた理由については話してないんですが、多分今年は説明できると思います。トゥーンという名前を書きたくなければしなくてもいいです。他の名前を付けてもいいですよ。ボイチラブ、こういう名前を付けてもいいです。反対しません。ボイチラブ、悪くないですね。大切なことは家族という認識が必要だということです。その次に私はグローバルビジネスのグローバルな構図に対する5つの巨大なグローバルビジネス、そして数百数千個のローカルビジネスがあったらいいな。そしてこの5つの巨大なグローバルビジネスを5匹のドラゴンと呼んで、このドラゴンたちを作り出す最初のドラゴンになる、その事業を行う業界のイーロン・マスク、この業界のスティーブ・ジョブズになる、この会社あるいは個人をドラゴンスワードと呼ばれました。それでこのプロジェクトを偉大な個人や会社が現れ、残りの竜を起こして自ら一匹の竜となる。これを私はドラゴンスワードプロジェクトと名付けました。こんな話もしました。どうすれば一国の漫画産業が誕生するのか、あるいはどのようにさらに発展するのか、これについての私の意見は、作品より投資が大切だ、そして支援が重要だという意見を提示しました。結局最終目的地は作品です。大成功するコンテンツ、レベルの高い偉大なコンテンツ、数多くの多様性を盛り込んだコンテンツ、結局は作品です。それを早く作り出すためにまず必要なものは政府の投資と支援、その次に企業の投資と支援、どんな形であれ投資と支援が必要だと。それでそれに関連して漫画センターの話もしましたし、どんな風な仕事をしてほしい、何かに気をつけないといけない、酒を飲むと追い払う、明太パークみたいな漫画センターもあったらいいな。ブラジルの場合は漫画都市、コミックスの都、こういうものも作られることができる。そして漫画は作るけど他の総合芸術より費用が安い。これについては今ではたくさん知られていると思います。少なくとも日本でたくさん教えてくれました。今では常識として受け入れられているようです。とても嬉しいです。漫画は総合芸術の中で生産のコストが最も安い。漫画は勉強するのに費用が安いというとても重要な特徴と長所があります。私がその証拠なんです。ずっと私がその証拠だと言いました。私は幼い頃、インクペンでもない新聞紙とカレンダー、鉛筆とボールペンしかありませんでした。でも少年ジャンプ作家になったじゃないですか。子供の頃の新聞紙とカレンダー、ボールペンと鉛筆しかなかった韓国少年が日本の少年ジャンプ作家になれた。こんな証拠を見ると、この状況より良い方々は誰でも少年ジャンプ作家になれます。これが漫画のすごい長所ですよね。それでこれを守ろうと努力しなければならない。しかし残念ながら漫画創作がデジタル化されればされるほどこれが難しくなっています。これが崩壊するしかありません。それでこれをどう守るのか。デジタルを拒否しなければならないか。それもダメじゃないですか。それではタブレットを新聞紙、ペンくらい安くしないといけないのかな。不可能じゃないですか。もちろんタブレットが安くなる必要はあります。実は私はそれについて構想した計画もあります。それではどうすればいいのか。センターがサポートしてくれるといいですね。センターがデジタルツールを支援してくれればいいじゃないですか。将来のセンターはますます必要になります。ますます切実になるでしょう。なのに漫画家としてデビューするまであえてデジタルツールを使う必要はありません。勉強はむしろ紙の方がいいかもしれません。そしてペンより鉛筆の方がいいかもしれません。
全く問題になることはありません。良ければ良いが悪いことはありません。これが漫画のすごい長所です。そしてこの動画の撮影時点でアップロードされていない動画があるんですが、まさにその点が世界のほとんどの国が漫画界を持つことができ、漫画強国になれる理由です。しかも韓国では紙も鉛筆もなく、1950年の韓国戦争中にドラム缶の鉄板に化学物質で漫画を作った時代もありました。これが漫画界の力です。だから漫画界が誕生できるんです。私の国は政治的に不安定です。私の国は貧しいです。それでも漫画界が誕生できる。そういう話をしました。政治がどうなのか、経済的にどうなのか、あるいは宗教的にどうなのか、それとは関係なく、食べ物は美味しいことがある。同様に文化産業も花を咲かせることができる。経済力があって自由があればすごくいいですよね。でも漫画があるとしたら、もっとその国を強くして文化を発展させることができる。私はこのような主張をずっとしていました。日本の漫画界の人たちと日本の漫画の読者たちが世界の漫画家志望生を認識し始めると、その存在を感じ始めたら、ある時点から温かく迎えてくれて守ってくれるようになっています。日本だけではありません。韓国の漫画界の人たちもそうだと思います。世界中の誰もがそうだと思います。お互いにそういうこともあります。なぜか私たちはみんな人間だからです。受け入れるのに時間が少しかかるかもしれません。しかし受け入れた瞬間、絶対に無視できません。それで世界の漫画家志望生たちは自分の存在価値と意味を知らせるために努力しなければなりません。そして私は皆さんの存在を知らせるために努力しています。なのでコメントを読むのが重要なんですが、本当に人気もないしよく見ないですね。本当に大変で見ないけど、私たちはコメントを読むことをとても大切に思っています。コメントを読んで世界の漫画家志望生の心と考えと存在を伝えております。そんな気持ちを込めてコメントを読んでいます。なのでコメントの読みは毎月続きます。そしてある時点で変わるでしょう。朝に日が昇るようにある時点で突然変わります。私はそれを知っています。私はそれを経験したんです。漫画のビジョンに対する考え方もある時点で突然変わります。漫画を世界に売るためにはその国の漫画界を作ってあげないといけないんだ。手伝ってあげないといけないんだ。支援しないといけないんだ。ある時点から突然認識して変わることになります。ある時点からみんなが知っている真実になります。重要なのはその日が早く来ることです。なぜか今日も明日も世界のどこかの漫画家志望生たちは結局は諦めて家族のために就職戦線に飛び込んでいます。彼らは家族のために立派な漫画になれたのに、家族と自分がとても幸せになる、そんな素晴らしい大ヒット作品を作ることができたはず、人々です。日本にはないのでしょうか。日本は貧しい国ではありませんけれど、日本でも生計のために就職をする漫画家志望生があります。漫画家志望生はどの国で生まれても基本的に大変です。私はそれを泥を転がすと表現しました。そうです、私たちは泥を転がしています。それでは日本の漫画家志望生たちをもう少し支援してくれるシステムが日本にいたらいいじゃないですか。日本政府がこういうことをしてくれたらいいと思います。そういう話をしました。とにかくここまで2024年私たちがお話した予言やビジョンを総合的に要約してお話しました。2025年も良い知らせとビジョンと予言を申し上げますので、私たちのチャンネルたくさんの視聴をお願いします。ありがとうございます。